大阪、現在886万人がこの町で生活している。近年生活スタイルが変わりゆく中で核家族化が進み、4組に1組が離婚。戦後始まって以来の異例の状況だ。彼の家族もその一組。三野和俊、ライブハウスオーナー。昨年音楽レーベルを立ち上げ、自身もミュージシャンとして活動する34歳。父さんと母さんとは僕が小学校6年生になるぐらいまで、別居するまで一緒に暮らしてましたね。両親の離婚により父と離れて生活することに。父さんに会いに行く前にまず母さんと向き合わなあかんと思ったから、母さんと向き合うのにも何年もかかったんですよね。実際に会うて話して洗いざらい自分の気持ち言うて、で母さんの気持ちも聞いて、俺は親父と会いたいんだけども協力してもらえるかみたいな話も言って、そしたら母さんも分かった、協力するって言うて、で実際に親父探し始めて、で親父がどこにいるかって見つけて、そこから連絡することが始まったんですけど、でそこから見つけようと思っても全然連絡つかへんくて、で手紙出しても反応なくてっていうことはずっと繰り返して、でそれをもう何年もやって、で去年に父さんの今の奥さんが僕が電話かけた時に、父さんの携帯にかけた時にその奥さんが電話を取ってくれて、それで父さんに代わってくれてやっと喋れたんですよね。でそこからその父さんに会いに行くってなったんですけども、実際にその父さんに会いに行くってなったその日の朝ですよね。なんで俺が会いに行かなあかんねんと思って、なめんなよって思って、お前が会いに来て謝れよ俺にっていうぐらい思ってんで、だんだん腹が立って、もう殺したろかと思うぐらいの怒りがぐわーっと上がってきて、でその怒りが上がってきた時に、ああどうしよう、このままやったら親父殺してしまうかもしれへんと思って、だけどふっと我に返った時に、ああそんだけ父さんのこと大切に思っててんなって自分のことを見直して、ほんでそこからなんかもう怒りが消えて、親父とちゃんと会おうって思って、で実際に会いに行ったんですよね。演歌歌手として音楽の力で生きてきた父。しかし20年ぶりに再会した父は音楽をやめていた。自分と別れてから親父はどんな思いで生きてきたんだろう。父を知りたい。そして空白の20年を取り戻したい。そんな思いから彼は一つの方法を思いつく。一緒にやりたいと思ったのは、自分自身のその腕にタトゥーを彫ってるんですけど、そのタトゥーに彫られてるのがその三日月で音楽に一生を捧げるっていうことを書いてあるんですけど、ある時に墓参りに行った時に家紋を見たら、家の家紋が三日月やったんですよね。それで親戚のおばちゃんに聞いたら、あなたはこの島では代々語り継がれてる音楽一家の子孫なんだよって言われた時に、ああ僕らは音楽をするために生まれてきたんだなっていうそのルーツを感じて、で父さんは徳之島に帰ってから音楽をやめたっていう話を聞いたんですよね。で今一度音楽っていう道に
進んでほしいなと思って、でそのきっかけになればと思ってその共演をしたいと思ったんですよね。親父と一緒に音楽がしたい、そして何かを感じたい、その思いを胸に向かった先は父の住む離島徳之島。この日スタッフは鹿児島空港で合流。今回はバンドメンバーと一緒に徳之島へ向かうことに。夕方まで弱いよね。僕らね。僕基本的に夕方から夜にかけて全く違う。今日は離島ということで年齢層もちょっと文化もまたちょっと違う人たちに、思いを込めて歌ってどこまで気持ちが通じるかという試みでもあるので、ぜひ頑張ってちょっと盛り上げたいなと思っております。こう受け入れてくれるかどうかは心配だね。ちょっとドキドキするね。初めての徳之島だし、ハッピー君のお父さんがどういう方でどういう気持ちで僕たちにね接してくれるのかっていうのは全く読めないですよね。何が起こるか分かんないというね感じなので、もう精一杯ね音楽でハッピー君のメッセージを伝えたいなと。僕らはあくまでそのサポート。1ヶ月前に決断し急遽開催されることとなった父との共演。果たして島の人々は理解してくれるだろうか。父の心に自分の歌声は届くだろうか。多くの不安を抱えた三野。しかしそんな不安を吹き飛ばしてくれるような光景が私たちを出迎えてくれた。南西諸島の奄美群島に属する徳之島。雄大な山々を誇り、四方を広大な海に囲まれた自然あふれる島である。約2万7,000人が住むこの島の産業は農業が中心。また長寿世界一になった泉重千代さんの出身地でもあり、闘牛が盛んなことから長寿と闘牛の島とも呼ばれる。空港には親戚が迎えに来てくれ、ライブ会場に向かうことに。今回の旅のキーワードでもある音楽と人とのつながり、彼らの出会いのきっかけを聞いてみた。これはハッピー君と飲み会っていうか打ち上げで一緒になったんだよね。そうですね、打ち上げですね。でたまたまそういう夢の話になって、でお互いの夢ってせーので言い合って一緒やったぐらいのね。同じじゃんっつって、じゃあ一緒にやろうぜっていうものの30分ぐらいでそうですね。すごいね、音楽ってね。音楽はもう本当そうですね。音楽で知り合って3人で音楽を徳之島に、しかもハッピー君のお父さんと一緒に音楽しに来たというね。ご縁なことないです。音楽すごいっす。もう最強の接着剤ですね。そうつなげる強力なご縁の接着剤。そうご縁の接着剤。音楽しかできない。今日 MC でそれ言わんように。なんか言いそうやん。言ってもいいけど。完全にメモってた。完全に今メモってる。
空港から走ること30分。ライブ会場へ到着。わあ、すげえいいとこ。すごい。いや、想像以上。めっちゃすごい。素敵な場所ですよね。へえ。うわ、素敵やな、これ、本当に。ついに私たちも父との対面。あ、ここ。お、あ、これ靴履いてもいいんですか？靴大丈夫、大丈夫。熱っ。あ、そう、紹介してくださいよ。父さんです。あ、よろしくお願いします。今日どうも遠いところありがとうございます。どうぞお願いします。またよろしくお願いします。お願いします。家内の息子です。お世話になります。お願いします。お願いします。あとはみんな甥っ子の奥さんやら、はい、みんな親戚、お友達やら。ああ、そうですか。父だけではなく親戚一同が温かく迎えてくれた。なんかお魚でだいぶ世話になってるみたいで。いえいえ、とんでもないです。よろしくお願いします。ようこそようこそ。しかし時折不安げな表情を垣間見せる父。父として今回の共演をどのように捉えているのか、私たちに語ってくれた。ほんで帰ってきて家着いてからそういうものがはってって、そんな業界なめとったらあかんって。僕は40年近くやってきてるけど、日本全国ツアーで歩いたりもしたけど、五代名とから大川栄作から宮地さんとかね、みんな日本全国こう一緒に、藤あや子らとも滝川舞子さんだとか高田敏夫さんとかみんな行って歩いてるんだけど、その甘いもんじゃないと、その10日2日じゃ20日じゃそんなもんできっこないって。もう僕は船を日本全国に天神五郎丸出してたけど、もうその船を自分の生まれ故郷にね向けて上津の秋津の港というところに入れて、もう怒り下ろしたんだから、もうそういうことしたくないって言ったわけよ。そしたら、いや、その自分の生きてる証として、まあこういうことがしたいんだとって言うから、まあそこまで言うんだったら、まあ私の子だなと、私もそういうとこがあるわけよね。やっぱりまあ本当に今の家内でもここまで言うてお父さん引き下がれるかって言うからね、また悩みましたよ。父として息子の思いに応えたいという気持ち。演歌歌手天神五郎として一度降りた舞台へもう一度立つこと。この数週間さまざまな思いの中で三野さんは葛藤していたようだ。やりましょう。今日はいい日になるようにねお願いします。お願いします。ありがとうございます。父さんなんか一言言わへんでいいの？言ったのみんなに。いや今ね、もう本当に自分がどうかなと思ってぐらいだからそれ心配でよ。もうのぼせてるわけよね。さっきも言ったように、あれもう何回もやってるから大丈夫、聞いたことがお互いにないわけよね。ああ、そうなんですか。そうそう、25年ぐらい歌聞いたこともないしやったこともないから、向こうはもうこなりにおっさん大丈夫だろうかと思ってるし、僕はこの若造がどれぐらいできたのかと思うしね、お互いにこう睨み合いしてるわけだから、だからやっぱりやってみたら、まあゆうべ、今晩みんなおいっ子連中からみんなね、手伝って連中いい酒が飲めるだろうかと思ってるんだよ。そういうふうに思っております。よろしくお願いします。お願いします。今回のライブは全てが手作り。急遽決定したライブの準備を島で進めていてくれたのは親戚、そして父。今日来てくれる人たちみんな、親父のつながりでほとんどの人が来てくれてるんだけども、それでもその親父のつながりから僕らにつながってやるわけで、
そうしたらその来てくれてる人たちに最大の感謝を持って演奏で伝えることが僕らができる最大の恩返しじゃないかと。意味のない日々なんてあるわけない。たとえ自分が否定してもその景色は今は灰色に見えてもその景色はいつか輝き出す。僕はいっぺん大島の方に行ったんでね、で大島の方にいっぺん会いたいということで、それまで僕はあんまり電話あっても受け付けてなかったんですよ。それは初めから言うとなぜか言ったらやっぱりやっぱこれも離婚するとやっぱ僕は引き取るって母親に言ったんだけども、それは自分とこ引き取らさんということで嫁がみんな連れて行きよったわけだけど。そしたらやっぱり子供には本当のことを言って育てたらいいんだけど、みんな嘘ついて親父が悪い一方的に悪いいうことで子供みんなそれ信じきってるわけでね。で僕はほって出ていったって言ってるわけね。小学校6年生やから僕は引き取って育てる言ったんだけども、それはできないということで子供も大阪にうちのばあちゃんとお姉さんが会いに行ったらうちの和俊のお母さんが会わさんかったわけ。ばあちゃんにもそれとこれは別な問題じゃないのかって僕は言うわけよね。離婚は離婚でばあちゃんがおって私らがおって子供ができたんだからそういう心の狭いもんではダメだと。でなってそしたら僕も子供も言うことも聞かんしもう母親の言うことを聞いてうちの言うことを聞かなんだら俺ももう物も言わんと。100% 母親の言うことを信じてるだろうと。そしたら年がいって分かるまで掘ってたわけ。電話来ても取らんかった。今僕が出ていくと言い訳にしかならない。それね、なぜか言ったらいやそうじゃないとか言ったら言い訳にしかならないから、その子が分かるまでにいつかはどこかで会うかもしれないし、親との血がつながってる以上はそうじゃないかって僕はもう涙流しても電話も取らんかったわけよ。それは僕も辛いし、子供にそういうことを言われないからそういうことがあって、ほんで訪ねてきたらこういうことをやったと。俺の愚痴しかならないけどこっちまで来て聞くということは聞く耳を持ってきたんだろうと思って僕本当のことを話してあげた。そしたら今度は徳之島にいて一言に離婚問題といえどそれぞれに状況は違いそれぞれの思いも違う。ただ父は父でたくさんの傷を負い息子は息子でたくさんの傷を負い歩んできたことは間違いない。実際どうですかね、息子さんの歌聞いてるとどうですか。思ったよりは良かったですね。ちょっと聞いてましたけど、いやギターなんかやってるっていうから心配だったですけどね、本当は。ぐらいだったらいいんじゃないですかね。
僕らはねやっぱし一流のやつばっかり聞いてるからね、心配で心配で、まあ、いっぺん見たことないもんだから、心配は正直心配です。16時半、開演の1時間半前にすでにたくさんの人たちが会場を訪れてくれた。はい、お家帰って聞いてみてやってください。これでどんな感じでしょうか。皆さんどんな感じでしょうか。やばいな。なんか頭からしてきた。頭からしてきた。かなり入ってますね。びっくりしました。ちょっと吐きそうです。あ、関係吐きそう。なのでもう満席にいっぱい入ってる。今涙目になった。開演30分前にして会場はほぼ満席に。大丈夫？喉にあれが潤いがないから喉に今水を置く。なるほど。緊張でってことですね。そうですね。ほんで今日寝不足もありますよね、間違いなく。ああ、なるほど。昨晩は不安と緊張で眠れなかった三つも。携帯どこやったんやろ。さあ、じゃあいきます。準備いっぱいいっぱいです。筒いっぱいです。これ一応準備いや、まだ準備ができてないです。
今日はほんまにこんなにたくさんの人に集まっていただいて僕はすごく嬉しいです。実際にその父さんと一緒にこうやって共演できるなんてことは思ってませんでしたし、もうそれどころかもう会うということすら思ってなかったですよね。別に会う機会もないし、けどその中でまず自分がしたことは何をしたかと言ったら母親の話をしたんですよね。今まで内緒にしてたけど実は俺父さんと会いたいね、ずっと母さんが嫌がると思うから言わんかったけど父さんと会いたいね、そうしたら母さんもあんたが会いたいんやったら私が探してあげるから会いに行っといで、そう言って母さんがいろいろ探してくれて、で父さんがおる場所を見つけたんですけれども、それでも電話かけても手紙送っても何も反応がなかったんですよね。でそんなこんなしながら8年ぐらいが経ってちょうど一昨年かな、ある日電話したら父さんの電話に女性が出て、その人が今の父さんの奥さんで、ほんでその人が電話に出てくれたから父さんに代わってくれたんですよね。ですぐどうしようか分かったんで会いに行ったんですけど、まあその人なかったら今もこうやってこのステージの上には立ってることはないと思います。で僕は20年間その親子関係っていうものはなかったですけれども、今ここからでも始めるし、人それぞれ親子関係の形になっていいと思うんですよね。もうすでに両親が亡くなっている人もいるかもしれないんですけれども、自分の心の中には必ず生き続けていますし、やっぱり自分が生きてるっていうことは親があってのことですから、ほんまに大切なことやなと思うし、自分を大切にすることこそが専属のにもつながってくるんじゃないかと僕は思います。朝も夜も素敵な顔持っていて、雨の日も晴れの日もすがすがしい匂いを運んでくれる、喜びも悲しみも全部大切な宝物。喜びも悲しみも全部大切な宝物。父は息子の歌を聴いて何を感じたのだろうか。
ステージでは決して涙を見せることなく、プロとして、そして父としての威厳を私たちに見せてくれた。栗なしよと白指涙くらえ。お疲れ様です。ありがとうございました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 。なんだ。どうもね。翌日、すべてを終えた光野は時間を忘れてただひたすら海を眺める。そんな光野に徳之島は忘れられないような美しい表情を見せてくれた。父さんと会ってまず思ったんが、自分と同じこと思ってたんやなって思って、父さんと話した時に「僕は父さんに会いたかったんやで」とか「父さんに嫌われてると思ってたんやで」とかっていう話を言うたら「俺だって会いたかったよ、俺だって嫌われてると思ってたよ」みたいなことを言ってたんですね。でそれを聞いた時に、父さんも同じこと思ってたんやなって思いました。今回一緒に音楽を通して僕が感じたことは、なんかある種会話できなかった親子の部分を埋め合わすこともできたんじゃないかなと、このライブを通して。で音楽っていう共通のものがあったからよりつながることができたし、たくさんの人の前で自分の思いを伝えることもできたし、だからこそこれからもその音楽を通して
一緒に何かを作り上げるっていうことができたら本当にいいなと思います。花を咲かせましょう、大きな夢の花を咲かせましょう、空に届くぐらいの花を咲かせましょう、でっかい大地に花を咲かせましょう、自分の心に空が笑う、風が笑う、海が笑う、大地笑う、君が笑う、僕が笑う、太陽がみんな照らす。ここから目を背けなければ、今から目を背けなければ、夢から目を背けなければ、すぐそばにあることに気づくのさ。花を咲かせましょう、大きな夢の花を咲かせましょう、空に届くぐらいの花を咲かせましょう、でっかい大地に花を咲かせましょう、みんなの心にここから目を背けなければ、今から目を背けなければ、夢から目を背けなければ、すぐそばにあることに気づくのさ。